今回は、映画バックルームズ日本公開決定記念として、原点にして頂点のレベル0を改めて解説していくよ。海外ではかなり盛り上がってるっぽいな。ちなみに、今回はファンドム版ウィキドット版どっちも解説していくので、お楽しみに。おお、激アツすぎる。まずはファンドム版。ファンドム版では、レベル0は別名ザロビーとされていて、空間内は、特徴的な黄ばんだ壁紙と混濁したレイアウトで知られているんだ。やっぱりバックルームズといえばこの黄色い空間だよな。次に、レベル0について説明するよ。レベル0の脅威指数はクラス1。平穏だけど、不安定で、エンティティが全くいないんだ。あの黒いやつすらも出ないのか。あれはまた別の世界線のバックルームズだからね。次に、レベル0の特徴について説明するよ。レベル0にある天井の蛍光灯は、常にブーンという音が鳴っていて、このノイズ音は通常の蛍光灯のものよりも大きく、とても不快なんだ。また、人によってはこのノイズ音で頭痛などを引き起こし、この頭痛はレベル0を出た後もしばらく続くことがあるんだ。耳栓でなんとかならないかな。レベル0では、線形空間や位相が著しく変化していて、直線を歩いて出発地点に戻っても、前とは異なる部屋群に出ることがあるんだ。バックルームズでよくあるやつ。こうした空間特性が極度の混乱を招き、精神の安定を失わせる原因になっている可能性があって、まばらな構造と混乱を招く配置のため、長時間滞在した人は、視覚や聴覚の幻覚を経験することが多く、稀に完全な発狂へ至るケースも報告されているんだ。また、敵対的な脅威は少ないんだけど、資源が乏しいため脱水や疲労、飢餓による危険もあるんだ。シンプルな空間だけど、シンプルさゆえの過酷さが滲み出てるな。ちなみに、天井には天井裏が存在していて、だいたい高さ1メートルくらいの小さい空間なんだけど、そこには電気系統の配線や電気器具、換気ダクトなどがあって、空間内は埃が多く呼吸できないため、基本的に通行できないんだ。ガスマスクみたいなのがあればいけるのかな。次に、レベル0に関する興味深い情報を紹介するよ。まずはザリミナセオリー。ザリミナセオリーは、バックルームズが非自然的な力によって作られた監獄、つまりアブラハム的な意味での地獄や煉獄のようなものだとする仮説なんだ。バックルームズの存在理由についての理論か。バックルームズにおいて、科学的な説明を支持するものも多いんだけど、この理論に一定層の支持層がいるんだ。少なからずいるだろうな。さらに、レベル0は規定現実の捨て場である可能性があって、現実世界の行方不明者がここで目撃されることがあるという主張もあるんだ。よく YouTube でノークリップしてるやつ見るもんな。根拠として、1935年の超高洪水、アメリア・イヤハートの失踪、MV ジョイータの事件など、過去の有名な失踪事件に関連して目撃報告があるとされていて、一般的に水に関する事故がバックルームズへの入り方として最も多く報告されているんだ。そういえば、いつぞや解説したでかい豪華客船も水関連だな。続いて、ザ・マニラルーム。ザ・マニラルームは、レベル0内に存在する孤立した空間の異常で、全体の雰囲気とは異なる外観を持っているんだ。空間内には、湿ったカーペットや蛍光灯といった共通要素はあるんだけど、相違点としては、壁にはマニラ紙のような模様があったり、照明は周囲より暗くオレンジがかった色味だったりと若干違いがあるんだ。雰囲気的に別レベルに来たと勘違いしそう。この空間では、訪れた人にとって休憩ポイントとなることが多く、長時間とどまると、レベル1やレベル2などへと通じることもあって、さらに、この空間はレベル0のどこにでも現れる可能性があるんだ。ここに来たらほぼ価値格だな。ザ・マニラルームに近づくと、感覚がなまることがあって、そのため、いつの間にか気づかず空間に入ってしまうことが多く、ザ・マニラルームの壁の向こうからかすかな囁きが聞こえたり、時折停電が起きることがあるんだけど、囁き声に関しては幻聴の一種と推測されていて、停電は別のレベルの影響が関与していると考えられているんだ。前解説した時より調査が進んでないか？次に、レベル0の探索記録を紹介するよ。ログなんてあったのか。2022年6月13日日曜日午後2時3分。どれくらい歩いているのだろう？どこから歩き始めたのだろう？恋人と床に座っていたことを思い出す。うまく踊れていなかったと思う。同じ場所に2度足を踏み入れ、ぎこちない2ステップから抜け出そうとした時、床が私を飲み込んだ。とっさに彼女の手を掴んだが、私の重みに負け、私の手は彼女から滑り落ちてしまった。この空間で目を覚まし、足首に痛みを感じ、蛍光灯のブンブンという音が鳴っていた。目はこれまでにない刺すような感覚に襲われた。他に選択肢がなかったので、立ち上がり動き始め、出口を探さなければならなかった。いつも、どんな犠牲を払っても前に進め、と言われてきたが、全てが同じに見える中で、前、とは何だろう？どの方向を選んでも同じように見える。
だから本当の意味で前、ではないのだろう。いつの間にか方向感覚を失った。見えるのは同じ黄色い壁だけ。いつも同じ壁紙。ここを作った者は矢印と縦線が好きだったらしい。何度も瞬きをして、この感覚を止めようとした。目を覚まそうと。時間を確認する時計はなく、電源コンセントや取り付け跡がわずかに部屋に個性を与えている。だが、最後に踏んだコンセントはすぐに崩れ落ちた。顔を伝う何か温かいものの感触がまだ残っている。赤い色が、まだ生きていることを思い出させる。ただ、家に帰れることを願うばかりだ。バックルームズに訪れた唐突感と孤独感が伝わってくるな。最後に、レベル0の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずは、レベル0の入り方。現実世界での何かしらのきっかけで、レベル0に行くことができるんだ。そのきっかけが怖すぎる。一方、次のレベルの生き方は、長く歩き続けることで、老化が徐々にレベル1のガレージへ、壁を壊すと、レベル483に、床を突き破ると、稀にレベル27やザボイドに、レアな設備である非常口に入ると、レベル14に、温室のようなガラスの引き戸に入ると、レベル13に行くことができるんだ。前の時より、行き先変わった感じがするな。ということで、ファンドム版はここまで。ここからは Wiki.版を解説していくよ。ここからは、私たちが解説していくわね。最近、私たちが動画に出てないから、ちょっとミクに無理してお願いしたんだよね。本当はエンティティとかオブジェクト担当なんだけど、今回特別に Wiki.版レベル0をやおねで解説していくよ。ファンドム版とどんな違いがあるか楽しみ。まずは部屋の外観。レベル0は、病的な黄色い壁紙とカビまみれのカーペットがあって、蛍光灯のノイズ音と湿ったカーペットの悪臭が漂っているんだ。第一印象はファンドム版と変わらなそうね。次に、レベル0について説明するよ。レベル0の生存難易度はクラス1。平穏で、安定していて、エンティティの存在は未確認なんだ。ここもファンドム版と変わらなそうね。次に、レベル0の特徴について説明するよ。レベル0は、一度入ってしまうと、無数のランダムに区切られた部屋や廊下、階段を歩き続ける羽目になり、空間の単調さゆえに精神を蝕まれるほど過酷なんだ。なので、レベル0は別名、ザ・イエローヘル、黄色い地獄、とも呼ばれているんだ。本当にクラス 1？ また、バックルームズに入った人は、ボンダラー、さすらい人、と呼ばれ、孤立と編集にとらわれ、多くは脱水や飢餓で命を落とすんだ。資源が全くないものね。また、レベル0は無限に広がる迷路のような空間なので、その広大さと進むにつれ空間自体が変化するため、移動は困難で、長時間とどまるほど空間構造に異常が現れる確率が上がるんだ。なので、ここから確実に脱出する方法はなく、根気強さが生き残るための最良の手段なんだ。あと運の良さも要になってきそうね。次に、レベル0内でよく見られる構造物を紹介するよ。まずは、アーチーズ。アーチーズは、薄い壁にアーチ状の穴が並んだ黄土色がかった部屋で、外観以外で特に目立つ特徴はないんだけど、よく行き止まりや連絡通路のような空間に現れるんだ。なんかゴミ箱があるわね。ここではカーペットの厚みが著しく厚いため、疲労の蓄積や床に含まれる水分量によっては通行がさらに困難になるんだ。感触はどんな感じなのかしら。構造物のアーチーズは、小柄な人が休めるほどの幅しかないことがあり、湿ったカーペットからの一時的な避難所を提供することがあって、アーチーズのある部屋は、空間としても最も安定していて、いつの間にか空間構造が変化していることも少ないため、さすらい人が方角を定める手助けになることがあるんだ。もしかしたら、ここを拠点に動いた方がいいかもしれないわね。次に、ピラーズ。レベル0内を歩いていると、巨大な柱がある空間に出くわすことがあって、柱は時に何マイルにもわたって続き、常に格子のような配置で現れるんだ。この空間はよく見るわね。ここでは特に障害もなく探索しやすんだけど、その規模の大きさと無機質さが相まって、よく迷子になりやすい空間でもあるんだ。さっきのアーチェと比べると、確かに特徴はないわね。また、この空間内ではカーペットが薄めであることが多く、カーペットの湿気が少ないため、この空間も拠点作りには向いているかもしれないんだ。その拠点はちゃんと固定できるのかしら？そのことに関してだけど、探索していると背後の通路が頻繁に変化し、非対称に配置された柱や混乱を招く可能性のある通路が現れると報告しているんだ。まあ、一時的に睡眠をとるには合っているのかもしれないわね。
なので、この空間を抜けるには進む方向を決め、その方向に向かって突き進むことが推奨されているんだ。次に、ホールズ。探索していると、今度は床の奥深くへと続く穴に出くわすことがあるんだ。さっきとは真逆な空間ね。この穴は真っ暗で光を当てても、数フィート以上奥まで届かず、柱と同様に、穴は密集したグループで現れ、格子状のパターンを形成しているため、通常は簡単に回避できるんだ。落ちたらどうなるのかしら？落ちてしまうと、何が起こるかはわからないんだけど、落ちて生き延びたという報告は一切なく、また、穴の集まりが大きかったり密集している場合は、落下のリスクが非常に高くなるため、極度の疲労や脱水状態にある場合は、穴のあるエリアはできる限り避けなきゃいけないんだ。フラフラしててそのまま滑り落ちてしまいそう。次に、ブラックアウトゾーンズ。このエリアはその名の通り、照明が一切ない空間で、エリア内は視界が非常に悪く、しかも背後で絶えず環境が変化するため、突破が極めて困難で、一度入ると、暗闇の中で簡単に迷ってしまい、脱出が非常に難しくなるんだ。最悪な組み合わせね。この区域を生き延びた人たちによると、壁の荒い質感や、光のない静寂の中での強烈な静けさを詳しく話していて、ここでは床がくぼんでいることが多く、足首まで浸かる液体で満たされていることもあるんだ。液体って、何の液体？もしこのエリアに入ってしまった場合は、最初に見えるわずかな光に向かって全力で走るか、出口を見つけるまで何らかのブンブンという音を頼りに進むことが推奨されているんだ。多分蛍光灯のノイズ音ね。次に、レッドルームズ。この空間は絶対に避けるべきで、脱出は極めて困難、あるいは不可能であることさえある空間なんだ。どんな空間なの？レッドルームズは一応レベル0、空間の一部なんだけど、空間全体からは切り離されていて、一度入ってしまうと空間がループして突破不能になるんだ。とんでもない空間ね。また、空間付近にいるだけでも、激しい閉所恐怖や強い編集的な不安といった心理的悪影響を引き起こすこともあるんだ。一応、入る前に心理的なストップはかかるのね。レッドルームズまでの距離は、色が赤に変わるのを認識するか、カーペットが厚く、粘着質で非常に荒くなるかで判断でき、また、別の兆候として壁紙の一部が剥がれて下から真空色が見えることがあるので、最善の対処法はその兆候が見えたら真っ先に避けることなんだ。まだ変化の兆候があるあたりはありがたいわね。このようにレベル0の構造は、建築的な不条理が絶えず変化する継ぎはぎのような空間で、さっき言った通り、直接観察していない時に、構造の配置が歪んだり、伸びたり、再配置されたりし、時には何日も歩き続けた廊下の構造が完全に変わってしまう。ペリフェラルシフト、と呼ばれる俗称の効果によってさらに悪化しているんだ。まだ確認されていない構造パターンとか色々ありそうね。なのでこの現象は非常に混乱を招き、探索の慣れ不慣れに関わらず同様に落胆させ、さらに厄介なことに、ペリフェラルシフトの効果は常に起こるわけではないため、それがかえってレベル0の不可解さを増しているんだ。でもそこがレベル0の魅力でもあるのよね。それじゃあ、まだまだ面白い特徴があるからテンポアップで説明していくよ。まずは、レベル0内のノイズ音について。レベル0内では、常に多くの環境音が聞こえ、よく耳にするのは蛍光灯のノイズ音で、その大きさは激しくランダムに変動することがあるんだ。レベル0の代表的な音ね。蛍光灯のノイズ音は、時々音量が長時間の暴露で聴力に損傷を与えうるほど大きくなるため、その際は耳を覆って速やかに移動することが推奨されているんだ。耳を塞げばどうにかなる音量なのね。蛍光灯のノイズ音の他にも、不明瞭な囁き声や聞き覚えのある声が呼びかける報告があって、壁の裏から爪を研ぐような引っかく音が聞こえることもあるんだ。怪奇現象かしら？このような音は長い廊下を追いかけるように続くんだけど、何か具体的なものが原因であるという報告はなく、これらの聴覚的異常が幻覚によるものか、未発見の現象によるものかは不明なため、とりあえず無視して先に進むことが勧められているんだ。無視でいいのね。次に、レベル0内のカーペットについて。レベル0のカーペットは、一見黄色く見えるんだけど、よく見ると色は茶がかったベージュに近いんだ。照明の影響で黄色く見えるのかしら？カーペットの繊維は正体不明の合成素材でできていて、空間内に湿気があるにもかかわらずややざらつく感触があり、広大な空間を通じて質感や色合いはわずかに変化するんだけど、床は継ぎ目のない一枚のカーペットで構成されているように見えるんだ。カーペットを回収したらどれくらいの大きさになるのかしら？カーペットを湿らせている液体について、なぜ発生するのかわかっていないんだけど、採取された液体のサンプルからは、海水や汽水、アーモンドウォーター、リキッドペイン、
ホルマリン、さらには人間や未知の DNA を含む液状のようなものなど、多様な液体を示したんだ。ただの水じゃないのが気味悪いわね。注目すべきは、カーペットは食べられないこと。そしてカーペットに浸されたアーモンドウォーターは汚染されているため、上に耐えかねてもカーペット片を食べるのは避けるべきだという点なんだ。まず色々染みてるカーペットを食べたいなんて思わなそうなんだけど。次に、レベル0におけるアイソレーション効果について。レベル0では、アイソレーションという現象が観察されていて、たとえ二人同時にレベル0に入っても、互いを見つけることは決してできず、叫んだり、メモを残したり、道しるべをつけたり、壁を破損させるといったあらゆる交流方法の試みは失敗に終わっているんだ。本当に孤立しちゃうのね。この効果は空間全体で持続し、探索者にとって非常に心理的に厳しいものとなるんだ。でも、例外が唯一あって、人々が出会える小さい空間、ザ・マニラルーム、が存在するんだけど、空間構造が常に変わるため、その部屋に遭遇する確率は極めて低いんだ。逆に幻覚を見ているのか疑っちゃうわね。次に、レベル0内でのエンティティについて説明するよ。レベル0内で、公式の調査ではエンティティは確認されていないんだけど、探索者から、暗い人影が廊下をつけ回すのを目撃したと報告があったり、他者に見られているという感覚を経験したと報告しているんだ。本当に何かいるのかしら？公式の見解だと、アイソレーション効果の影響を受けている可能性が高いとしているんだよね。やっぱり幻覚扱いなのね。最後に、レベル0の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。現実世界から滑り落ちてくると、レベル0へ入ってしまうのが一般的で、レベル0内で、ちらついている壁に体をぶつけようとすると、レベル1に行くことができるんだ。こっちでは出口が1個しかないのね。ということで、ウィキドット版レベル0でした。たまには、私たちがレベル解説するのも面白いわね。まあ、担当が私たちに変わることはなさそうだから、エンティティの解説が来るのを祈るしかないね。ミク出番をもう少しください。ということで、今回はレベル0をファンドム版、ウィキドット版で改めて解説したよ。一見どっちも雰囲気は変わりない感じだったけど、よくよく比べてみると、ファンドム版とウィキドット版で似て非なる特徴があって面白かったな。あとは、映画内でレベル0のような空間と特徴を見比べるのも面白いかもね。個人的には、映画内でレベル37みたいな空間が、ちらっと出てきてくれないかなと思ったり、